皆さん、こんにちは。陽介です。今日も私のチャンネルをご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは、日本語学習者の皆さんに向けて、日本の文化や情報を私の経験に基づいてお伝えしています。今回のテーマは、兵庫県の温泉と私が実際に泊まったことがあるおすすめ旅館です。実は私、以前、リクルートのじゃらんという旅行情報サイトの営業担当として、兵庫県全域を回っていたことがありました。そのおかげで、有馬温泉、城崎温泉、淡路島、湯村温泉、そして赤穂温泉など、たくさんの温泉地を見て回る機会があったんです。しかも、営業担当という仕事柄、各ホテルや旅館にお邪魔してお話を聞いたり、実際に宿泊させていただくことも多かったんです。その貴重な体験をもとに、ここは本当に良かったと思う旅館を今回は厳選してご紹介します。では、早速始めていきましょう。1、兵庫県全体の魅力と基礎知識。まずは、兵庫県がどのような場所なのか、簡単に紹介したいと思います。兵庫県は日本の近畿地方にあり、南北に長い形をしています。南側は瀬戸内海に面していて、北側は日本海に面しているので、同じ県の中でも気候や文化が少しずつ違うんです。県庁所在地は神戸市です。神戸は港町として知られ、外国の文化が古くから入ってきたおしゃれな町というイメージがあります。でも、兵庫県の魅力は神戸だけではありません。有馬温泉や城崎温泉のように、歴史のある温泉地がたくさんあるのも大きな特徴です。では、なぜ兵庫県は温泉地が多いのでしょうか。兵庫県は地形や地質が複雑で、火山活動や地殻変動の影響を受けやすい地域でもあります。そのため、昔から温泉が各地で湧き出ていて、人々が温泉に長期滞在して病気を治したり、体の疲れを癒したりしてきた歴史があるんですね。また、温泉地の多くは自然が豊かで、海や山の幸が美味しいことも魅力の一つです。例えば、城崎温泉ではカニなどの海鮮、淡路島では玉ねぎを使った料理、有馬温泉なら神戸牛が楽しめるなど、グルメ面でも満足度が高いですよ。2、有馬温泉とおすすめ旅館。それでは最初の温泉地として、兵庫県で最も有名と言ってもいい有馬温泉を紹介しましょう。有馬温泉は古くから人々に愛されてきた温泉地です。豊臣秀吉もここをこよなく愛したと言われています。有馬温泉の大きな特徴は、金泉と銀泉という2種類の温泉があることです。金泉は鉄分と塩分が多く含まれていて、お湯の色が茶褐色に染まっています。お風呂に入ると体がよく温まり、血行が良くなると言われています。実際に入ってみると、お風呂から出ても暖かさが持続してびっくりします。一方、銀泉は無色透明で二酸化炭素などを含む泉質です。肌に刺激が少なく、肌がツルツルになると評判です。有馬温泉に行ったら、ぜひこの
金泉と銀泉、両方を体験してほしいですね。有馬温泉のおすすめの旅館は、有馬グランドホテルさんです。ここはかなり大きな施設で、展望台浴場からは有馬の街並みを一望できます。地下にも大浴場があって、様々な温泉を楽しめます。少し小高い場所に立っているので、朝も夜も素晴らしい景色が広がるんですよ。私が初めてここに泊まった時、ロビーに足を踏み入れた瞬間に、わあ、豪華だな、と驚きました。客室についても和室から洋室まで多様に選べます。私のおすすめは和洋室のお部屋です。露天風呂付き客室もあり、自分の部屋で好きな時に温泉に入れる贅沢を味わえます。食事は和食、洋食が選べるコースが用意されていて、料理は格別に美味しいですね。朝食のビュッフェも最高です。私が訪れた時は、地元の野菜や新鮮な魚、様々な具材で食べれるおにぎりビュッフェなどがあり、バラエティ豊かで、朝からお腹いっぱいになってしまった思い出があります。3、城崎温泉とおすすめ旅館。次にご紹介するのは、兵庫県の北部、日本海側にある城崎温泉です。城崎温泉は、七つの外湯という共同浴場が有名です。温泉街をそぞろ歩きしながら、浴衣や下駄を履いて、いろいろな外湯を巡るのが昔からの楽しみ方です。街には柳の木が並んで、川が流れていて石造りの橋がかかるなど、とても風情がある景観が残されています。城崎温泉には本当にたくさんの旅館がありますが、私が宿泊してよかったと思う旅館の一つは湯楽さんです。ここは和モダンな雰囲気があり、部屋も落ち着いた和室で過ごしやすいです。この宿の魅力の一つは、従業員の方々の対応の素晴らしさです。皆さん、とても感じがよく、旅館という職場を心から大切にされていることが伝わってきました。食事はカニやエビなどの海鮮料理が特に美味しいと感じました。日本海に面した地域なので、冬から春にかけて松葉ガニがよく取れます。城崎温泉のカニは全国的にも有名で、シーズンになるとカニ尽くしのコースを楽しむことができますよ。もう一つは小宿円さんです。こちらはおしゃれな内装で、地元の但馬牛を使った料理が本当に絶品です。特にお肉が好きな人にはたまらないですね。私も初めて行った時、ステーキのような料理をいただいたんですが、口に入れた瞬間にとろけるような柔らかさで感動しました。浴衣を着て下駄をカランコロン鳴らしながらいろいろな外湯に行くのはとても楽しい体験です。ぜひ訪れてみてください。4、淡路島の温泉とおすすめ旅館。続いては兵庫県の南側、瀬戸内海に浮かぶ大きな島、淡路島です。淡路島は明石海峡大橋で神戸とつながっていて、車やバスで行きやすい場所です。気候は比較的温暖で、海産物が豊富で、特に淡路島産の玉ねぎは甘くて美味しいと全国で評判です。島内には観光スポットとして、淡路夢舞台や二次元の森など、
家族連れで楽しめる施設や、イザナギ神宮といった歴史ロマンあふれるスポットもあります。淡路島で定番かつ知名度が高い旅館、ホテルといえば、ホテルニューアワジです。このホテルニューアワジ、昔からのテレビ CM とその CM ソングが有名で、関西の人は必ず見たことがあり、つい口ずさんでしまうとか。淡路島にはいくつか系列の宿がありますが、その中でも本館的な存在がホテルニューアワジとして有名です。私が行った時は海が見える棚田風呂が広く、本当に気持ちよかったです。海の穏やかな景色を眺めながら、ゆっくりお湯に浸かっていると、日頃のストレスがスッと消えていくような感覚になりました。夕食はサワラやハマチ、タコなどの地元魚介を使った和食コースを楽しめます。春のサワラがすごく美味しかったですね。もう一回食べたいです。もちろん淡路牛もあり、肉料理も充実しています。次に紹介するのは同じ系列のプラザ淡路島です。こちらもホテルニュー淡路グループの一つで、淡路島の南淡路市にあるのですが、高台に立っているので、海の見晴らしがより良い印象を受けました。露天風呂は海と温泉の水面が一体に見える景色。肌がすべすべする泉質も最高でした。客室は洋室も選べるので、ベッドがいい人にもおすすめです。島のリゾートでのんびり過ごしたいならぴったりだと思います。5、湯村温泉とおすすめ旅館。続いて紹介するのは、兵庫県北部の日本海に近い湯村温泉です。ここは映画夢千代日記の舞台にもなったことで知られ、昔ながらの温泉街が広がっています。湯村温泉の源泉は温度が高いことで有名で、100度近い温度がある荒湯が町の中心にあります。観光客はそこで温泉卵を作ったり、足湯で楽しんだりしています。私が泊まって良かった宿は井筒屋さんです。お風呂のお湯はやや熱めですが、入ると肌がトロトロし、お湯がめちゃくちゃいいです。料理も地元の食材を生かした和食懐石が楽しめます。冬場にはカニや寒ブリなどの海鮮が豊富で、日本海の恵みを堪能できるんですよ。スタッフの方も親切で、観光情報や周辺の散策ルートなど、いろいろと教えてくれました。6、赤穂温泉とおすすめ旅館。兵庫県の南西部、播州と呼ばれる地域には、赤穂という場所があります。ここは忠臣蔵で有名な赤穂浪士ゆかりの地であり、また塩の生産で昔から栄えた町として知られています。赤穂温泉は海沿いにあり、瀬戸内海を望む絶景を楽しめる温泉地として人気が高いです。海が近いので泉質は塩分を含んでいます。お風呂に入ると少し肌がつるっとする感じがあるかもしれません。保温効果も高いのでポカポカが長続きしますよ。赤穂温泉で私が特に印象に残った旅館が小吉さんです。ここはオーシャンビューの客室や露天風呂がとても人気です。私もチェックインして部屋に入った瞬間、窓いっぱいに広がる海の景色に思わずおーと感嘆しました。
フロントのロビーでは様々な種類のお酒を試飲でき、夕食ではお客さんを驚かせるような楽しい仕掛けが用意されています。オーナーのお客様に楽しんでもらいたいというおもてなしの心が随所に感じられる旅館です。特に夕日が沈む時間帯は絶景としか言いようがありません。ゆっくりと沈む太陽を見ながら、ぬるめのお湯に浸かっていると心が洗われるような気分になります。7、温泉地で使える実用日本語フレーズと旅のコツ。ここからは温泉旅行や旅館で役立つ実用的な日本語表現や旅をスムーズに楽しむためのコツを紹介します。1、宿泊・チェックインに関するフレーズ。チェックインをお願いします。これはホテルや旅館に到着した時に使う基本表現です。例、予約している〇〇です。チェックインをお願いします。予約の〇〇です。これは予約していた名前を伝える表現です。領収書はもらえますか？仕事で来ている場合など、経費精算で必要な時に尋ねます。2、施設やサービスに関する質問。大浴場は何時まで利用できますか？大浴場の営業時間を聞くときに使います。朝食は何時からですか？朝食の開始時間を確認するときに使います。貸切風呂はありますか？家族やカップルでプライベートに利用できるお風呂の有無を確認できます。3、食事を楽しむフレーズ。おすすめの料理は何ですか？そのお店や旅館で人気のメニューを尋ねるときに使います。アレルギーがありますが大丈夫でしょうか？食事にアレルギーがある場合、事前に伝えると安心です。おかわりできますか？ご飯やお味噌汁など追加してほしいときに言ってみましょう。まとめ。ここまで兵庫県の代表的な温泉地とおすすめ旅館、そして温泉旅行で役立つ日本語フレーズなどをご紹介してきました。ここで各セクションの要点を整理しておきましょう。有馬温泉は金泉と銀泉が特徴。有馬グランドホテルは豪華さと眺望、そして料理とお風呂が格別です。城崎温泉は7つの外湯巡りが伝統。湯楽で食べた海鮮や小宿縁でいただいたお肉は最高でした。淡路島は温暖な気候と海の幸、玉ねぎが名産です。リゾート感があり、海を見ながらリラックスできます。湯村温泉は高温の洗湯が有名です。井筒屋は落ち着いた和風旅館で、カニなど日本海の味覚が豊富。赤穂温泉は忠臣蔵の地であり、塩の町でもあります。海沿いの絶景と新鮮な海鮮料理が魅力です。ここまでご覧いただき、どうもありがとうございました。兵庫県には有馬温泉、城崎温泉、淡路島の温泉、湯村温泉、赤穂温泉と本当に多彩な温泉地があります。それぞれに個性があって食べられるものも違えば、街の雰囲気や文化的背景も違います。私自身もリクルートじゃらんの営業として兵庫県を回っていた時には、毎回新しい発見や感動がありました。皆さんももし機会があれば、ぜひ兵庫県の温泉を巡ってみてくださいね。今後も日本語の勉強に役立つ動画や
日本の文化や観光地を紹介する動画をアップしていきますので、チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。これからも一緒に日本語を楽しく学んでいきましょう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases, come what may. From hiragana to kanji, you'll see. Learning's fun with Yosuke, come with